ようこそコツアス鉄道チャンネルへ。東京都心部から離れた東京都多摩地区や埼玉県県南部、千葉県西部を走る武蔵野線ですが、東京都心部から伸びる JR や私鉄の各路線と接続しているため、都心部への直通路線がないベッドタウンと呼ばれているようなエリアと東京都心部を結ぶ役割を持っている重要な路線です。貨物列車も武蔵野線を使ってたくさん走っていて、都心部を走る山手線や京浜東北線などと比べると利用者は少なく、旅客列車の運転本数こそそこまで多くはないですが、一方で物流の大動脈としてはとても重要な路線の一つとなっています。そんな武蔵野線ですが、この路線を利用しているとよく電車が遅れているなと感じたことはありませんか？ JR 東日本のホームページでは遅延が発生すると、遅延が発生した路線の遅延証明書をダウンロードできるページが公開されています。そのページでは高頻度で武蔵野線の遅延証明書を発行しています。一体なぜ武蔵野線の遅延発生率は高いのでしょうか？そこで今回の動画では武蔵野線で遅延発生率が高い理由や今後考えられる対策などを考察していきましょう。それでは本編へどうぞ。武蔵野線の概要。武蔵野線は神奈川県横浜市鶴見区の鶴見駅から千葉県船橋市の西船橋駅までを結ぶ全長 100.6km の路線です。途中梶ヶ谷貨物ターミナル、府中本町、西国分寺、新秋津、北朝霞、南浦和、越谷貨物ターミナル、吉川南、南流山、東松戸などを経由します。東京都心部の郊外を迂回するようなルートを取り、郊外エリア同士を結ぶ役割だけではなく、東京都心部への直通路線がない郊外エリアと都心を結ぶ役割を持っています。そんな武蔵野線はもともと山手貨物線のバイパス路線として緑葉線という名称で国鉄時代に計画された路線です。旅客需要の多い都心部をできる限り貨物列車が走らないようにする役割を期待されて建設されました。そのため現在も多数の貨物列車が昼夜問わず運転されています。旅客営業を行っているのは府中本町、西船橋間のみで、JR 東日本の東京近郊の駅に掲載されている路線図でも鶴見、府中本町間については記載されていません。鶴見、府中本町間は事実上の貨物線となっていて、基本的に定期運行される旅客列車は設定されていません。ただし一部の臨時旅客列車の運行で使われることもあり、例えば武蔵野線の吉川南駅と横須賀線の鎌倉駅を結ぶ特急鎌倉号はこの区間を通って運転されています。鶴見、府中本町間は定期旅客列車が走らないこともあってか、武蔵野南線と呼んで区別することもあります。なおこの区間のほとんどは地下を走っているため、直接走っている列車を見ることはあまりできません。そして武蔵野線は都心部を貨物列車が走らないようにするために作られた路線ということもあり、接続する各路線とを結ぶ短絡線が多数用意されています。鉄道貨物輸送の大動脈にあたる東北本線と東海道本線だけではなく、中央線や常磐線とも東京都心部を通らずに結んでいます。また武蔵野線は終点の駅である西船橋から先、高野支線、二俣支線と呼ばれる京葉線の支線を介して京葉線とも接続をしております。この支線を介して武蔵野線を走る旅客列車の大半は京葉線の東京駅または南船橋、新奈良市の海浜幕張まで直通し、実質的に京葉線と一体的な運行も実施しています。さらに貨物列車も二俣支線を利用して運転されていて、武蔵野線内を走る千葉貨物行きの貨物列車は二俣支線を利用して京葉線経由で運転されています。そんな武蔵野線内には越谷貨物ターミナル、新座貨物ターミナル、梶ヶ谷貨物ターミナルという3つの貨物駅があり、これらでは主にコンテナ貨物の取り扱いを行っています。さらにかつて吉川駅と三郷駅の間には武蔵野操車場がありました。この武蔵野操車場は全長 5.2km、
敷地面積約105万平方メートルと日本最大級の規模を誇った操車場です。開業年が1974年と比較的新しいこともあって、ヤックスと呼ばれる当時の最新技術が取り入れられており、かなり自動化が進んでいたことが特徴の操車場でした。操車場内に入る際に機関車と貨車の番号を読み取ってデータ化し、そのデータをもとに貨車を自動的に仕分けしていました。貨車の組み替えも無線操縦で動く機関車が坂の上まで押し上げ、坂の上で貨車の分離を行って坂を転がし、速度検出装置とレール側からブレーキをかけるカーリターダーで速度の調整を行った上で、ほとんど自動で行き先別に列車の蘇生を行っていたのです。しかし、国鉄の経営が悪化したことや、鉄道貨物輸送の方式が貨車に直接荷物を積むヤード集結型の貨物輸送から、現在のコンテナ式の貨物輸送に転換することになり、この武蔵野操車場の役目もそう長くはなく、1986年11月をもって廃止になりました。現在武蔵野操車場の跡地は再開発が進み、越谷市側は越谷レイクタウンとして日本一大きなイオンのイオンレイクタウンや UR 都市再生機構による住宅団地が建設され、三郷市側でも新三郷ララシティとかいうぶっ飛びまくった地名が付けられて、全268戸の戸建て住宅からなるファインポートララシティや、ララポート新三郷、IKEA新三郷店、コストコ新三郷倉庫店などの大型商業施設を要する新しい街として再開発されており、吉川市側でもこれらと比較して開発が遅れましたが、イオンタウン吉川南の開業などとともに住宅地としての開発が進んでおります。そんな武蔵野線は全体的に高架や盛り土の上か地下のトンネルを走る区間がほとんどです。そのため武蔵野線全体で一般の人が利用できる踏切は設置されていません。これは武蔵野線を建設するにあたって沿線の道路渋滞を考慮したためです。主要道路とは立体交差するようにされ、高架や盛り土、トンネルを走るようにされております。ところで近年はトラックドライバー不足問題や環境問題もあり、一度に大量の荷物を少ない人員で運べる鉄道貨物輸送へ輸送手段をシフトする動きがあります。そのため武蔵野線は今後も関東圏の重要な路線としてよりその重要度を増しながら活躍していくと考えられます。武蔵野線の遅延発生件数。遅延発生率が高いと言われている武蔵野線ですが、実際にはどのぐらい遅延が発生しているのでしょうか。国土交通省では東京エリアを走る鉄道の遅延を問題視し、遅延の現状と改善の状況を分かりやすくするために、遅延証明書の発行状況や遅延発生の原因、各鉄道事業者の遅延対策の取り組みを分かりやすくする取り組みを行っています。その中で2018年度の遅延証明書発行日数が公表されていて、武蔵野線の1ヶ月平日20日間あたりの遅延証明書発行日数は 12.0 日となっています。JR 東日本で遅延証明書の発行条件は約5分以上遅延が発生した場合で、武蔵野線は平日の2日に1回は5分以上遅れる列車の遅延が発生しているということになります。10分以下の遅延は 8.2 日、10分を超えて30分以下の遅延は 2.2 日、30分超えの遅延は 1.3 日で、10分に満たない遅延がよく発生している状況です。東京から甲府までの中央線や三鷹から千葉までの総武線各駅停車の 19.0 日という数字に比べると、武蔵野線はそこまで遅延が発生していないと感じますが、平日の2日に1回は遅延していると考えると、やはり遅延発生率が高いと言っても過言ではありません。なぜ遅延発生率が高くなる？武蔵野線の遅延発生率が高い理由はいくつかありますが、そのうちの一つとして武蔵野線自体が風や雨などの影響を大きく受けやすい地理的環境にあることが挙げられます。ところで武蔵野線の沿線についてですが、東京都心のような高層ビル群が立ち並ぶようなところではなく、基本的には住宅街や田畑が広がるようなエリアです。そして旅客営業を行っている武蔵野線の区間は、
ほとんどが高架や盛り土の上を走っているため、武蔵野線は全体的に風の影響を受けやすくなっています。特に北朝霞、西浦和間にある荒川を渡る橋や、三郷、南流山間にある江戸川の橋などについて、風の影響を大きく受けるポイントとなっています。そのためこの区間を中心に風速規制を超える風が吹くと、最悪運転見合わせになってしまうケースがあるのです。強風が吹いている中、列車を走らせるのは大変危険です。JR 東日本でも強風はトラウマとも言うべきもので、実際に2005年12月、強風が原因による痛ましい事故を起こしています。それは羽越本線の佐護市北余目間を走る特急稲穂号が第二最上川橋梁を通過するときに突風に煽られて脱線、転覆するという事故。この事故を受けて JR 東日本管内では風速規制が強化され、現在 JR 在来線では風速毎分20メートルを超えると徐行運転、風速毎分25メートルを超えると運転見合わせをするようになっています。武蔵野線沿線にいくつか風速計が設置されていて、その風速計が毎分20メートルを超えてしまった場合、徐行運転で運転することになり遅延が発生します。さらに風速計の記録が毎分25メートルを超えると運転見合わせになるため、数分程度の遅延では済まなくなります。そして武蔵野線内を貨物列車が多数走っていることも、武蔵野線の遅延発生率が高い理由の一つです。武蔵野線はもともと東京都心部を貨物列車が避けるようにするために作られたバイパス路線ということもあり、現在も多数の貨物列車が昼夜問わず運転されています。武蔵野線内を走る貨物列車は基本的に1両の機関車で、最大26両の貨車を引っ張る形で運転しています。そのため貨物列車は旅客列車と比べると加速も減速もかなり遅く、武蔵野線のダイヤはそういったことも考慮して組まれています。しかし貨物列車はかなり長い距離を走る列車も多いです。そういった列車は他の路線の遅延の影響を受けやすく、もともとのダイヤとは違うダイヤで武蔵野線内を走ることも少なくありません。また武蔵野線内全体で遅延が発生した時は、貨物列車の加減速を考慮したダイヤは意味をなさなくなり、貨物列車の存在が遅延回復の妨げになることもあります。武蔵野線内にある各駅を含めて、貨物列車が旅客列車を待機するような場所が少ないです。貨物列車が旅客列車に影響を与えやすいというのも、遅延発生率の高さに関係していると考えられます。そして武蔵野線の遅延発生率が高い理由として、設備面によるものも挙げられます。現状武蔵野線内の各駅にはホームドアは設置されていません。そのため東京都心部を走る路線と比べると発生件数そのものは少ないですが、人と列車との触車事故はたびたび発生しています。一度触車事故が発生してしまうと、現場検証や安全確認でかなりの時間運転を見合わせる必要があり、かなり大規模な遅延になることが多いです。近年では大都市圏の駅を中心に触車事故の発生を抑えるためにホームドアの設置が進められています。 JR 東日本でもホームドアを設置する駅が増えつつありますが、ホームドア設置にかかる費用はかなり高額であり、1駅あたり4億円から5億円程度と言われています。さらに JR 東日本の駅は盛り土構造のホームを採用している駅が多く、そういった駅にホームドアを設置するとなると、重みでホームの土台が歪んでしまう問題が発生する恐れがあり、その対策のために営業を行いながら、杭打ちなどの土台強化のための工事が必要になってくるため、設置費用は10億円程度まで膨れ上がることもあります。一度に全ての駅へホームドアを設置することは難しく、優先順位をつけてホームドアの設置を進めている状況です。やはり利用者が多い路線や列車の運行本数の多い路線の駅が優先です。そのため触車事故発生件数が少ない武蔵野線は早急にホームドアを設置する必要はないため後回しにされています。積極的にホームドアを設置するようになってまだ間もなく、優先して整備することが決まっている駅ですら、工事がまだ途中である現在の状況を考えると、当面は車両と利用者の触車事故の影響で発生する
武蔵野線内の遅延を回避するのは難しいと考えられます。なお武蔵野線は先ほども紹介したように基本的に地下のトンネルか高架や盛り土の上を走っています。そのため路線上に踏切が一切設置されていないため、踏切事故が原因の遅延が発生することはありません。貨物列車の存在や雨風の影響を受けやすい環境だけではなく、武蔵野線内を走る列車の多くが京葉線と一体的に運転されていることも遅延発生率が高い理由の一つになっています。武蔵野線内で完結する列車は少なく、多くの列車は京葉線との直通運転を行っています。京葉線は東京から蘇我までを結ぶ全長 43km の路線ですが、ほとんどの区間が海に面した臨海部を走っています。そのため京葉線は浜風の影響を受けやすく、武蔵野線よりも風の影響で遅延しやすい路線です。京葉線が浜風による強風で遅延すると、当然ながら武蔵野線にも影響を受けます。また、京葉線は蘇我から先、内房線や外房線、東金線とも直通運転を行っています。これらの路線は総武快速線とも直通運転をしていて、東京都心と千葉県内を通勤通学する人にとって大変便利です。しかしこれらのどれか一つの路線で遅延が発生すると、各路線に遅延が広がってしまうのです。何せ総武快速線はその路線自体の遅延発生率が高い上、同様に遅延発生率の高い横須賀線という爆弾とも直通運転を実施しております。武蔵野線内で遅延につながるような直接的な要因がなくても、列車運行の形ではどうしても他路線で遅延が発生すると、武蔵野線内に遅延の影響を持ち込んでしまうことになるのです。遅延対策としては何がある？遅延発生率の高い武蔵野線ですが、何も対策を行っていないわけではありません。周りに風を遮る大きな建物がなく、高架や盛り土の上を走るため風の影響を受けやすい武蔵野線ですが、風の影響を少しでも抑えるために防風柵の設置を行っています。その中で防風柵の設置を実施しているのは、特に風の影響を受けやすい三郷、南流山間の江戸川橋梁、南越谷、吉川間の中川橋梁、北朝霞、西浦和間の荒川橋梁の3カ所です。これらについては2007年から2010年にかけて順次防風柵の設置のための工事が行われました。この防風柵設置のおかげで防風柵がなかった場合の過程と比較すると、運転中止時間は 92% の減少、速度規制時間は 86% の減少となりました。防風柵設置のおかげで近年は風速規制による遅延はかなり減少しているのです。その他に武蔵野線でできる遅延対策はホームドアの設置です。各駅にホームドアの設置を進めていくと、人と列車の触車事故の発生件数をかなり減らすことができます。そのためホームドア設置を積極的に進めている鉄道会社も多く、JR 東日本も関東圏の駅を中心にホームドアの設置を進めています。しかしホームドアの設置には先ほども述べたように、1駅あたり10億円程度の費用がかかると言われていて、今すぐに全ての駅に設置するのは非常に難しいです。JR 東日本では利用者が多い路線や列車運行本数の多い路線、触車事故がよく発生する路線の駅において、優先的にホームドアの設置を進めています。その状況下で残念ながら武蔵野線については、東京都心部を走る他の路線と比べて運転本数や利用者数は少なく、今すぐ対策が必要なほど触車事故が起きているわけでもありません。そういったことを考慮した場合、武蔵野線内の駅へのホームドア設置は後回しにされる可能性が高いと考えられます。また武蔵野線内にホームドアを設置するとなった場合、使用している209系500番台の置き換えが必要になる可能性があります。これもハードルが高めになっていると考えられるでしょう。ホームドアを設置すると精度の高い停車が必要になるため、JR 東日本のホームドア設置路線では TASC の使用を積極的にしています。TASC はトレインオートマチックストップポジションコントローラーの略で、日本語で定位置停止装置とも言われています。
JR 東日本においては TASC を定位置停止支援装置という位置づけで、 TASC による制御が始まるまでに運転士はブレーキを操作してあらかじめ速度を45キロから55キロほどまで落とし、最終的な停車は TASC のサポートにより自動的に行うという形をとっています。当然ですが、武蔵野線の駅にホームドアを設置する場合、この TASC の整備も同時に行うことになります。しかし TASC を使用するには地上側だけでなく車両側でも対応のための改造工事が必要です。一方で JR 東日本は TASC の対応車両として E231 系以降の世代の車両に限っている可能性が高いのです。209系500番台は E231 系の前の世代にあたる車両であり、世代の古い車両のモニタ装置では対応できないなどの関係がある都合上、TASC を導入するのは難しい可能性が高いのです。そのため武蔵野線でホームドアを設置するとなると、 TASC に対応できない209系500番台について TASC に対応できる新しい世代の車両に置き換える必要が出てきます。こういったことを含めながら考えてみると、今すぐに武蔵野線内の各駅にホームドアが設置される可能性はかなり低いと言えるのです。いかがだったでしょうか？今回の動画をご覧いただいたことによって武蔵野線の遅延発生率が高い理由について、武蔵野線沿線は風を遮るような建物などが少なく、基本的に高架や盛り土の上を走るため風の影響を大きく受けやすく、それが遅延発生率を高くする最大の原因であること。鉄道では風速規制があり、 JR 東日本在来線では風速計の値が風速20メートルを超えると徐行運転、風速25メートルを超えると運転を見合わせる必要があること。武蔵野線はもともと貨物列車が都心を迂回するために作られた路線で、今でも貨物列車が多く走っていること。貨物列車は加速や減速が旅客列車よりも遅く、遅延解消の妨げになることもあること。他の路線と比べて発生件数は少ないものの、線内にホームドアが設置されている駅が一切ないため、直射事故が発生して遅延することがあること。同様に遅延発生率の高い京葉線と一体的に運転されているため、京葉線の遅延が武蔵野線内に影響することもあることなどについて知ることができたのではないかと思います。この動画が参考になったと思った方は、ぜひ評価ボタン、コメントをお願いします。またコツアズ鉄道チャンネルでは、鉄道など交通に関するさまざまな疑問や気になる事柄などを動画にして解説形式でまとめています。チャンネル登録をしていただくと最新の動画がいち早くご覧できますので、ぜひよろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。